皆さん、こんにちは。前回はイントネーションについて解説しました。今回はアクセントについてお話しします。日本語のアクセントには2種類の考え方があります。一つは、高低のピッチの配置とみなす考え方です。これを配置のパターンをもとに、頭高型、小高型、平板型などと名付けたものがアクセント型です。もう一つは、どこでピッチが下がるかでアクセントを考える方法です。例えば、箸がでは、はが高く、その後でピッチが下がります。この場合、はにアクセントがあると考えます。橋がでは、橋の中ではピッチが下がりませんが、後続の助詞がでピッチが下がります。この場合、しにアクセントがあると考えます。一方、橋がでは助詞のピッチは下がりません。ですから、アクセントがないと考えます。この場合、アクセントという言葉が高低の配置の意味で使われているのではないことをはっきりとさせるために、アクセント格という用語を使うこともあります。以上見てきたように、アクセントを教えるには、単語ごとの知識が必要です。次に、単語の語頭と語尾のピッチが下がる場合の理由を解説します。このスライドは、以前、語頭のピッチについて解説した動画で使用したものです。卵という言葉は、その言葉だけを発音した場合、たとごのピッチが下がります。語尾のごのピッチが下がる理由は、それが卵という単語特有の性質だからです。単語が変われば、ピッチの下がり方も無作為に変わりますから、辞書に載せる必要があるのです。今、理由という言葉を使いましたが、すべての単語に当てはまるようなルールはありません。ですから、ピッチが下がるかどうかは、単語ごとに覚える必要があります。それに対し、卵の語頭のたには、ピッチが下がったり、下がらなかったりする理由が必ずあります。ですから、辞書に載せる必要がないのです。また、アクセント格さえ分かれば、アクセント型も自動的に分かってしまいます。なぜなら、語頭のピッチパターンには、はっきりとした理由があるからです。その理由は、音韻論であったり、文法であったり、語用論だったりします。次に、アクセントが文中でどのように変化するのかを解説します。その後、アクセントのフィードバックの仕方を具体的に説明します。まず、卵という言葉だけを発音した場合、先ほど説明したように、たとごのピッチが下がります。白い卵を食べますの場合、下線が引かれている部分のピッチが下がっている理由は、その単語の特徴です。なお、おのピッチが下がっているのは、卵の5のピッチが下がっているからです。では、二重下線が引かれているところはどうでしょうか？しのピッチが下がっているのは文頭だからです。たのピッチが下がっているのは先行するいのピッチが下がっているからです。食べますのたのピッチが下がっているのは先行するおのピッチが下がっているからです。つまり、これらのピッチが下がっている理由は文法です。黄色い卵の黄身を食べますの場合、文頭のきのピッチは下がりません。これは黄色の最初の一音節が長音だからです。
超音が分頭に来た場合、ピッチが下がらないという理由は音韻論で説明できます。また、この文では卵のたと食べますのたのピッチが下がっていません。先行する言葉の語尾のピッチが下がっていないからです。ですから、卵のたと食べますのたのピッチが下がらないのは文法です。学習者にフィードバックを出すときは、なぜそこが下がるか、あるいは下がらないかを説明します。その上で、卵の5のピッチを下げてください。ここはピッチを下げないでください。のように指示をします。アクセントのまとめです。アクセントは単語特有のピッチパターンです。フィードバックをするときには、アクセントという専門用語は使わないでください。どこでピッチが下がるかわからない場合は、辞書やアプリなどでチェックしてください。語頭のピッチについては、直前の拍が下がっているかどうかによります。ですから、コンテクストがとても重要です。卵の5のピッチを下げてくださいのように、ピッチを下げるべき箇所を明確に指示してください。単語のピッチに関しては、上げてくださいや上げないでくださいではなく、下げてくださいや下げないでくださいと指示してください。アクセントのフィードバックをするときには、各単語のピッチパターンを覚えておく必要があります。ですから、無理をしないでください。次に、今までの4回分の動画の内容をまとめます。4回にわたって、ピッチパターンとフィードバックについて説明してきました。専門用語を理解することは大切ですが、実際のフィードバックでは使えません。コンテクストによってピッチパターンは変わりますから、必ずコンテクストを確認します。学習者の発話意図とピッチパターンのズレがあったら、それを指摘します。手本を真似させるのではなく、メタ言語的フィードバックをしてください。そして、それでも治らない場合は、手本を示してください。アクセントのフィードバックは難しいかもしれませんが、プロミネンスなら教えられると思います。自分に何が教えられるかを理解して指導に臨んでください。ピッチに関しては、学習者の方がより鋭く知覚できる場合も多いです。そのような場合は、指導を放棄するのではなく、学習者に教えを請い、知覚の共有を通じて信頼を得た方が良いでしょう。4回にわたってピッチパターンとそのフィードバックについて説明してきました。すべてを理解して実践する必要はありません。ご自分の環境に合わせて必要な情報を選んでください。